ございます。今日は6月8日、フィンランドも夏になりました。今窓を開けてるんですけど、鳥のさえずりが聞こえてきます。今は朝の9時半頃です。朝ごはんを作って食べてるところです。夫がまだ寝てるのでちょっと小声で話してます。前回の動画をアップしてからかなり間が空いてしまいました。日本語教師の仕事がずっと忙しくてアート作品を作る余裕は全くありませんでした。今もまだ忙しいんですが、もういい加減疲れてきたので仕事ばかりに。なので今日は日曜日で休みにしようかと思ってます。で、何かアート作品を、進めていこうかなと思ってます。8月の母の誕生日プレゼントにあげる予定の塗り絵の本は全く進んでません。それもちょっと、再開しないといけないですね。でもそれをやる前にもっとリラックスできるような、お絵描きをしようかなと思ってます。これも母ですけど、昔描いた絵のインクが薄くなってきてもう見えなくなってるものを、インクを塗ろうかなと思ってます。前の Vlog の冒頭で、自分のことについて話すっていう風に言ってたんですけど、見返したら、自分が何色が好きぐらいしか言ってなかったので、今回の Vlog では、その絵の作業をしている時に、ボイスオーバーで自分のことについてちょっと話そうかなと思ってます。ゆっくりまったりの Vlog になれればいいなと思ってます。そしてフィンランドのこの初夏の感じをお届けできればと思ってます。ぜひ最後まで見ていってください。では、絵を描いている間、ちょっと自分のことについてお話ししたいなと思います。私は36歳のフィンランド人で、日本人の夫と一緒にフィンランドに住んでいます。名前はソビと言いますが、古いフィンランド語で夏を意味します。真夏に生まれたので、そういう名前になったらしいです。昔、日本人の友達に名前にあてる漢字も考えてもらって、寿に美しいでスビというのになりました。素敵でとても気に入っているので、描いた絵のサインもいつもこの漢字も入れています。
多分気になるかと思いますが、どうして日本人じゃない私が英語ではなく日本語で YouTube をやっているのかというと、理由は単純です。英語が下手で全然うまく話せないから、そして日本語が大好きで小さい頃から勉強しているので、日本語なら自分らしく言いたいことが言えるからです。私の子供時代の90年代のフィンランドは、英語の勉強は小学3年生の時に始まるんですが、難しくて嫌でした。そこで小学6年生になると、日本人とフィンランド人のハーフの同級生がいたんですが、その子の影響で日本語に興味を持ち、友達の家族がやってくれたプライベートレッスンや独学で勉強し始めました。今でも初めて受けたレッスンのことを鮮明に覚えています。レッスンの後に友達がもののけ姫のビデオを見せてくれたんです。何を言っているのかはさっぱりですが、言葉の響きの美しさに心が惹かれ、この言葉は絶対自分でも話せるようになりたいと強く思った瞬間でした。日本語には母語のフィンランド語の響きにも共通するところがあり、親近感が湧きました。他の言語と違って、今でも母語と同じようにどんなに聞いても疲れないのが日本語だけです。小学6年生の時からずっと日本語と共に生きてきている感じです。日本語のない人生が考えられないです。日本には長くて1年しか大学の留学の時に住んだことはないのですが、ありがたいことにいろいろな方のおかげでプチ留学や旅行では10回以上日本に行けています。フィンランドの大学院で日本語を7年専攻しました。教員免許も取って2017年から日本語教師の仕事を始めました。成人教育センターで趣味で日本語を勉強している人を対象に教えているので、授業は全部夜です。2020年、世界中で一時期どこも授業はリモートになったと思いますが、移動を嫌う家が一番の私にとっては、リモートスタイルこそが一番自分に合う仕事の形だということに気づきました。それで教師の仕事は全部リモートに変えてもらって、今も家から教えています。移動に時間がかからないので、アート作品を作るのに費やせる時間が増えました。去年、新しい家にも引っ越して、ずっと夢見ていた自分の作業部屋がもらえて、前より本格的にアートに打ち込めるスペースができました。そして今年になってアート作りを記録するためのこの YouTube チャンネルを始めました。最初は英語じゃないと視聴者の数が絞られすぎると、英語でも頑張ってみようかと思っていたんですが、やってみてやっぱり違うと、本当の自分じゃないと感じて日本語にしました。そしてどのぐらいの人に見てもらえるかはとりあえずいいとして、とにかく自分が情熱を持ってやっていることの過程も形に残したいというのは今の気持ちです。今までは古いスマホで動画を撮っていたんですが、なんと夫の家族から結婚式で回してくれたカメラをもらいまして、この場を借りて日本から応援してくれている家族の皆様、本当にありがとうございます。今まではスマホでいろいろな角度から撮るのがすごく大変だったんですが、今のこの小さいカメラでは三脚も高さの調整が簡単にできて、そして軽いので角度を変えるのも楽になりました。
絵を描くのは子供の頃から好きで、小学生になってから描いたものは全部取ってあります。小学生、中学生の頃は、これまでの人生で一番絵を描いていた時期でした。その当時の絵を見て面白いのは、どんなものにハマっていて、その影響を受けているのかがすぐにわかるというところです。ジブリの映画はもちろん、読んでいた漫画、見ていたアニメ、ハマっていたものの絵のタッチを真似て、暇さえあれば絵を描いていました。後からはミュシャの絵とも出会って大きく影響を受けて、今もその影響が見えます。ちなみにこの絵の鳥は日本の若冲という画家の絵に影響を受けたものです。大人の今では時々小学生、中学生の頃の周りを気にしない純粋なクリエイティブさが恋しくなりますね。いつかその当時の絵を見せるスケッチブックツアーの動画でも撮ろうかな。絵の他に子供の頃から好きなのは物語を書くことです。でも書くといっても大抵いつも物語の始まりが思いついて書き出してそこから発展しないのがオチです。この今書いている絵も始まり程度しかない物語を題材にしたものです。いつか書けたらいいなとは思いますが、今はとにかく絵を描くのに専念します。絵が完成したご褒美に大好きなココアを入れてきました。すごい久しぶりに本物のペンで絵を描いたんですけど、色鉛筆で、押さないと色が出ないので、すごい力を使っちゃったので、手が痛くなりました。そして指の決まったところになんかタコみたいなものができるんですけど、
人差し指のここのところ、そして中指にこういう出っ張ってるところが子供の頃から絵の描きすぎでできてるところがあって、そこも痛くなりました。まあでも本物のペンで紙に絵を描くのも、楽しいので、いい感じにできましたし、満足です。時間的にはもうすぐ5時になりますが、今からちょっと、動画の編集をして、そしてまだ余力があったら、塗り絵の本の絵も、描いていこうかなと思ってます。